どうも、フィッシャーズシルクです。心霊企画でございます。ただ、思った通りの動画になるかは、僕もまだわかりません。今日の動画はですね、今からメンバー一人一人を呼んで、何か怖い話持ってますかと聞きます。幽霊とか、都市伝説、そんな怖い話をもし持っていれば、お話しくださいという内容でございます。自分か、自分の友人とかがあったことだったら、まあいいかなと思っております。心霊動画ね、かなりの本数、僕ら出してるんですけど、そこで話す内容って基本的には僕のことが多いんですよ。幼少期からね、結構心霊体験をしてて、YouTube で、この家ではね、今少ないんですけど、本当2個前の家とか、3個前の家とかだとね、かなり心霊現象とか起きてて、何より一番パンチ強いのはね、高校の頃の軍艦島の話。僕の心霊体験の話ってめちゃくちゃ多いんですよ。そういえば、他のメンバーそういうの持ってんのかなと。こんなに持ってるって自分で言うのも本当にね、言いづらいんですけど、かなり珍しい方だと思うんですよ。身の回りで起きてることだけでも多分両手じゃ足らないんで、僕のね、一番近くにいるんですよ、メンバーは。絶対何か起きてると思うんですよね。それか、昔に何か起きてるかもしれないじゃないですか。あんまり僕も聞いたことないんで、メンバーの怖い話が出るか否かという動画でございます。メンバーの皆さんからね、そういった話が出てきたら、それは僕も面白いし、視聴者の皆さんもね、多分初めて聞くことが多いと思うので、楽しめるんじゃないかなと思っております。いきなり聞いてみたいと思います。何か怖い話をしてください。俺らのこの長年の活動において心霊ってめちゃくちゃやってきたじゃん。メンバー一人一人怖い話一本持ってんじゃねえかなと。これ話してないことが一つあって、俺が幼稚園かな、両親のね、友達の人たちが家来てて、たまたまで、その時おじいちゃんとかいたんだけど、でベビーカーに乗ってる弟かな、その時誰が乗ってか分かんないんだけど、親戚の子かもしれないし、なんか弟か分かんないんだけど、でリビングでその時ブランカンでテレビ、すげえでけえブランカンテレビがあって、写真撮ったの。で現像するじゃん。その時ってデジカメとかじゃなかったから、現像していざ見ると、ブランカンテレビにクソでけえ赤ちゃんの顔が映ってるっていう。へえ。自分のその目の前にいたベビーカーのその赤ちゃんではないんだ。ない。全然知らない赤ちゃんの顔。知らない赤ちゃんの電源がついてないテレビに真っ青で映ってるっていう。へえ。はっきりじゃなくて、ぼやっとしてる。心霊写真撮れたことはあるんだ。ある。それっぽいやつ。ただそれっぽいだから、あとは多分シルクも知ってんだろうけど、うちの地元のその小学校の海の写真で、友人のお腹から手が出てるとか。6年生5年生5だね。5か。5の臨海学校、海に行って民宿でみんなで泊まりみたいなお泊まり会みたいなのあるんだよね。それの写真の1枚にお腹から手が出てるやつっていう話があった。見はした。いや見てないね。見たかった。俺すごい探したのよ。見はしなかったけど、一応そういう話はあった。俺の記憶上だと名前出すわ。なんかあったかもな。でしょ。心霊の話、何か怖い話ちょっとしてください。これまだ動画で言ってないんだけど、一応今までの動画とも関連する話で、ずいぶん前にさ、いっぱい心霊スポット行ってた時期あったじゃん。あったね。で後に霊媒師さんのところに行って行った。除霊してもらったやん。結構おかしかったね。俺その向こうのお家に行った時点でなんか変な感じがして、除霊しますってなった時に、その畳の部屋の奥に行きましょうってなった時に、その部屋の奥に一切入れなくなっちゃって、なんかあったじゃん、そんなこと。あったあった。そうで結局その後ちゃんと除霊してもらって、でなんだかすごい軽くなったのよ。でやっぱ曰く俺にやっぱそれついてたと、女の人の霊がね。お化けのこととか思い出したりするとまた好きに帰ってきちゃうかもしれないから気をつけてねって言われてて、あのあと3週間ぐらいしてからかな、一回昼寝した時に、多分そいつだろうね、そいつが一回夢に出てきてめっちゃ金縛りにあったっていう。そこで動画でまだ言ってなかったんだけど、そういえばその女の人みたいなの結構きれいめな人でも泣いてどっか行っちゃったの、その人。最後になんか会いに来たのかわかんないけど、去ってったの。それでいなくなって、はっ目が覚めるみたいな。めちゃくちゃ怖いやん。ちゃんとみんなの知らない話あったね。よかった。あんまりそういうのもう本当信じてなかったんだけど、やっぱこのグループにいたりとかお前と一緒にいると信じざるを得ないよね。フィッシャーズの元木です。心霊体験、怖い話を何か一つしてください。こんなに長い間 YouTube もやってて心霊系もやってたら、
俺は結構話すことあるけど、うんメンバーが心霊の話することってあんまりないじゃん。ないね。でそこで自分が経験した話、怖い話を何か持っていたら話してほしいなっていう動画です。編集してでまあ終わったからいつも通り散歩行こうっつって行ったのが深夜2時ぐらいとかなんだよね。あんま普段行かない方向に適当に進んでったら川に出ちゃって、土手だから坂道になってんだよね、で坂道になってるところを下ったらすげえ気配感じて2メーター超えてるからね、3メーター、いやもう明らかに普通の人間じゃない黒い影とふっとすれ違って何かに照らされた影なのかなって。ああまあそうね、大きく見えるからね。そうめちゃめちゃでかかったから、いやそんなわけないじゃんと思って、周り見たら、まあ、深夜2時だから誰もいないし、そうだね、縦に立ち上がって影って生まれることないからそうだねっていうのをこの間見ましたっていう。昔もなんかそんな影のやつなかった？その実家にいた時に、その時俺の家は、2階建てだったのね、2階のリビングに、母と2人で座って、もう昼頃かなご飯食べてて、母がそっち側に座って、で俺がこの辺りに座ってでテレビが正面ちょうどそのカメラの辺りにあって、こうやってテレビ見ながらさ、こうお昼ご飯なんか食べてて、視界の横の方で黒い影がススススって歩いてって、家の中じゃん。まあそうね。でも母と2人しかいなかったの。めっちゃ怖いな。誰か入ってきたと思って、俺らに目もくれず、そうちょうどシルクの左手側の方が洗面所だったんだけど、洗面所の方にスッて消えてったの、俺が親と思ったらこっち側に座ってた母が今通ったねっつって、なんとなく後ろ向いてるのに通ったの分かっちゃったんだろうね。気配は分かったんだね。その洗面所の方なんだけど、もともと俺はそこあんま好きじゃなかったんだけど、化粧鏡と全身の鏡、合わせ鏡になる配置になってたっていう。よくないもんね。玄関の方から、こう洗面所の方にかけて霊道みたいなのが通ってたんじゃないかみたいな。まあ2人とも気づけるってすごいね。それみんなちゃんと持ってましたね。本当？みんな持ってるわ。うちのこの心霊スポット行ったりする経験で、より濃くなったって言ってる。本当？やっぱ見るようになっちゃったのが感じるようにはなったって言ってるね。いや本当まだあるよ。ということでね、皆さん、ちゃんとありました。3人にね話を聞かせていただきました。ダーマは俺聞いたことないんだけど、ザカオはね自分で霊を見たことがあるとは言ってました。まだまだねこれからもあるかもしれないし、本当にねこの夏またいろいろとやっていこうと思ってますので、ぜひともねチャンネル登録とグッドボタンを押して待っていてください。これ一人で締めんのバカ怖えな。動画見てくれてありがとう。セカンドレイン Twitter、Instagram 他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー。